はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日乙女座の満月から3月10日魚座新月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソード9、ワンド9、女教皇逆、ペンタクルス2、忍者聖1、カップキング、カップクイーン。気をつけることや対策は、スルジビと逆、ペンタクルス7の逆、オラクルは、はい、ソード3。ということで、いや、本当にね、これは気をつけなければいけませんね。今、ちょっと星の解説させていただくんですけども、じゃあちょうど思ってたんですけど、水亀座さん大丈夫かな、どうしてるかなってちょうど思ってたんですね。でそれは冥王星とか火星とか金星っていうのが今水亀座に入ってきてまして、これとっても素晴らしい自分に目覚めていくっていうエネルギーとして使えるんですけども、表層的には怒りとかなんだかちょっと嫌な気持ちっていうものを感じている人が多いんじゃないかなと思って、そうなんです。それが見事にカードに出てるなっていう感じがしました。なのでちょっと解説していきます。まずですね、そうね、ちょっとカードの方いきますね。まずこのペンタクスの9っていうのはすごくその自分の想念でいろんなことを考えちゃって、もう本来の自分の価値さえ見えなくなってるよみたいな、もうこう雲がもやもやして自分の考えの中でネガティブな思いだったらダメなんだとかいろんな思いがもやもやしちゃって、本当の良さまで自分でかき消していませんかみたいなカードがあるので、もしね今しんどいとか思う方はですね、この2月24日満月っていうのが一番そのエネルギーが強い時なので、そこから少しずつね落ち着いてくるっていうふうに思っておいてください。おそらく2、3日ですぐ変わると思いますよ。っていうのは本当に今大事な時でこの本当に大事な時なんです。もう何でもできる、自分で独立してやっていけるってなっても、本来の自分で生きるってなったら急にその防衛がなくなるわけでもないですし、じゃあ防衛無理やり外しましたって言ったらぐさぐさきたみたいなのもあったりしますし、特にこの2週間っていうのは自分の価値っていうものにものすごくフォーカスしているので、自分は認められているのかとか、自分にはやってきたことは間違いじゃなかったのかとか、そんなことをすごく感じそうな星の流れなんです。でさらにそこから全然知らない他者からの批判の言葉だったりとか、乙女座の満月なんでね、その他者にどう思われてるのかっていうものがすごいぐさぐさ自分に刺さってくるなみたいな感じの時なので、一般的な流れで言うと、すごく自分自身が目覚めようとしている、突き抜けようとしてるっていう時だからこそ、本当にこれで大丈夫なのか、自分はそれだけをやる価値があるのかっていうのを自分でもう一回見て、で他者の言葉にもめげない、それを超えていくっていうタイミングなんですけど、どうしてもこう敏感になっているので、応援の言葉すら批判に聞こえてくるっていう原因っていう可能性もあるぐらいなんですね。もういいものまで悪く聞こえるっていうこともある時なので、2、3日は注意深く、他者の言葉は関係ない、自分が自分のことをどう見てるか、自分のことをどう評価してるかっていうところにフォーカスして、そして自分はどうなりたいんだっていうふうに思ってください。で自信があるっていうのは、その何かの技術とか行動に対して他者と比べてできてるできてないっていうことではなくて、自分のことをより深く知っているかどうかが自分の自信につながるっていうのは、どこかのあのあの偉い方が言っていたと思うんですね。すいません、お名前を忘れてしまいました。なのでそれを聞いて本当にそうだなって私は深く思ったんです。行動ができてるとか結果ではなく、自分のことをどれだけ知ってるかっていうところで自分に自信がつく。なので今水亀座さんは自分自身が目覚めようとしているっていうことを、自分自身にその力があることに気づこうとしているっていうところなので、もういろんな可能性が芽吹いてくる中で、私って自分のことこんな風に見てたんだとかね、実は自分のこと低く見てたんだと、だから他者から言われた言葉に傷つくんだとか、そういうのが見えてくる時なので、
自分を知る2週間っていうふうにまず決めてください。そして起こっている出来事をこれは本当にそうなのかっていう意識でね、私は本当に自分を批判しているのか、それとも自分の考えが自分を批判しているのか、どっちなんだろうっていうことを常に見てもらったら、より深く自分を知れる2週間になると思います。そしてカードで見る限りまずそれ、そしてオラクルもソードの3ということで、すごくナイーブになっているなと思ったので、まずはゆっくりしましょう。そして何ですか、これは他者から本当に言われていることなのか、現実なのか自分の妄想なのかっていうところを、一生懸命見極めるっていうところですね。そしてね、この今、このワンダの9っていうのはどうしても何かが足りてない、自分にはまだまだ足りてないっていう意識がどうしてもあると。でこれは本当はプラスにも使えるんですよね。自分にはまだまだこんなにも改善点があったっていうような感じだったら、じゃあもっとやったらもっとすごいことになるねっていうことでプラスなんですけれども、なんか自分はまだまだいつまでやってもダメなんだとか、どこか欠陥のある人間なんだぐらいのね感覚でもう持つのはやめてくださいね。それぞれが全員が個性なので、何かそういうちょっと本当にナイーブになって自分を責めるというよりは、自分のことを、まだまだできない人間なんだというふうに自分で自分を査定しているような感じがしたので、ちょっとそこ注意です。そしてすごく今やっぱり敏感なだけで頭も回っていて、頭の情報の中だけであれがいい、これがどうだっていうようなことが繰り広げていませんかと。で実際これは仕事としてはすごく器用に使えるエネルギーでうまく立ち振る舞っているけれども、少しやっぱ神経が疲れてるかなって感じがします。そして現状はペンタクスの2ということなので、程よくね楽しいことも入れながらご自身でバランスとって頑張ってるんだなって感じは出てますね。でさあじゃあここからどうしようかって言った時に、やはり万全の解決策があるわけじゃない。だから魔法のように一瞬でこれさえ飲めば痩せますよとか、そんな薬はないのと同じで、こうしたらいいんだって全てを解決するっていうものはないんだけど、一番自分が心地よく過ごせる、心地よく自分が納得できる方法は何だろうっていう意味で探していくみたいです。自分を内省して、これも自分を知っていく作業なんですけど、そうすることによって少しゆとりができて、他者からの、応援の言葉を受け取ることができるっていうふうに出ています。応援の言葉を受け取ることができるっていうのは、ちょっと今そのナイーブな時って全てが批判に見えるとか、全て自分のことを悪く見てるように感じるけど、実はその中でものすごく温かい気持ちで応援している人もいたんだっていうことに気づく。そしてその言葉の全てが批判じゃなかったんだと。言葉の誰かがねかけてくれた言葉の奥には、実は叱咤激励する気持ちが入っていたり、信頼してるからこそ言うっていうこともあったりということで、全てが批判ではなかったんだということに気づいていくっていうふうに出てるんですね。でカップのキングでカップのクイーンっていうのは、どちらもすごく大事な感性っていうものを温めていく。そして今感じているこの感覚っていうのが本当に自分らしさなんだとか、本当にこの感覚こそが自分の個性なんだっていうことを感じるみたいなので、今何が起こっていたとしても自分を責めないで、全てに価値があるっていうところで自分を見てください。そしてそうね、ちょっと対策なんですけども、やはりまだここでも吊るし人の逆っていうカードが出ていて、これはやはりもう身動きが取れない、なんか丸い身動きが取れないかのような状況だと感じているみたいなんですね。で実際にもしかしたら体の調子が悪いとか、何か怪我をされたとかで動けないという方もいらっしゃると思いますし、もしくは体が動くんだけど思考の中で動けない、できない、自分はダメだって思ってることもあるかもしれないので、それには注意です。でも実際動けなくなって感じることってそうそうないので、今その状態でこそ感じることがある、今その状態でこそ気づくことがありますよねっていうふうに言われてます。それがおそらくここからね感じ始める、その他者からの優しさだったり、この感覚こそが自分の個性なんだっていう、何か大事なねものにつながっていくと思うんですけど、それと、今の状況を一足飛びに変えるというよりは、体験し尽くしてくださいって感じで出てるんですよね。これ体験し尽くすって変な解釈に感じるかもしれませんが、
コツコツと日常を過ごしてくださいと。あの私たちって急いでたりとか結果を出そうとしてる時って細かいこと一切気にしないですよね。ご飯食べるのも素早く食べて終わりとか、早く寝ないと次の日しんどいとかっていう形でゆっくり眠る至福の時を感じるとか、美味しく味わうとかもなかったりするけど、今動けないからこそ感じられることが実は人生でとっても大事なことなんですよって言われてるような気がしたんです。なのでもしかしたらこの動画をご覧になっている皆さんの中でちょっと今しんどいですっていう方がいらっしゃったら、この2週間はそのことを通して自分自身を深く深く知っていく2週間なんだと思ってください。でそれが本来の自分の強さにつながってきますのでね。でもう一つもうワンパターンありまして、水亀座さんの中にはいや私自分のことちゃんと認めていますと、自分のこと大好きですっていう方はもうかなりいい状態でこの流れを活かせるんですね。ですので今ちょっとしんどいんだとか苦しいんだっていう人向けのカードとして出ていますが、もしこれがいや今すごいいい感じですってなったら、そのバージョンでいきますと今までいかに自分で自分のことを、低く見ていたかっていうことに気づいたり、自分で自分のこと好きだとか、うまくできてるって思っていたとしても、どこか隠れたところに自分を否定する気持ちがあったりっていうのがあったんだなって、そこに気づいていくっていうふうに出てるんですね。でそしてここから、ゆっくりともっと安定した不動のね自分の価値っていうものを見ていくし、それに気づき始めた自分っていうのは本当に素晴らしくて、そこに合った人たちと関わっていく。要するに人間一人一人みんな完璧じゃないし、全ての人間がいい人たちってわけじゃないですよね。自分だってそうですよね。でも自分の中のいい部分と他者のいい部分とで関わっていくことができるようになるっていうふうに出てるので、一瞬のね痛みは突っ切ってください。もうそれはもう痛いことを体験したくないっていうことで防衛に入るっていうよりは、もう突っ切ることによってその強さだったりとか吹っ切れたりとか、本当の自分で関わっていく人たちがいっぱいいますねっていう感じで出ています。なので本当にこの2週間ってなんか深い深い気づきがあるみたいですね。で中にはこのパワフルなねエネルギーが来てるっていうことでガーンって上がった人もいると思うんですね。でそのガーンって上がった人っていうのはその反応でまたガーンって落ちやすいと思うかもしれないですけど、それは全然そんなことじゃないんです。やっぱり一気に上がると多少は戻りますが、でもまた上がって下がってって言いながら安定してくるので、少しこの2週間でもしかしたら自分の弱みとかそういうものを感じたとしても、それは結局行き着くところ自分の強みを感じるための流れなんだよっていうふうに捉えておいてください。はい、ですのでお仕事というよりは人との関係性や自分の在り方っていうところになんかフォーカスされてるなっていうふうに思いました。ちょっとこのセルフセラピーカードでも見させてください。今回はセルフセラピーカード、何に気をつけるのか。これは過去性というカードなんですが、過去性に限らず自分が今世においても何度も繰り返しやってしまっていることはないですかっていうことで言われています。何度も繰り返しやってしまっていることはないですか。例えば特にこれは人間関係ですね。人との関係の中でいつも疑いが出て人から切られる前にこっちから切ろうみたいなのとか、なんかいつもこのパターンだなっていうものがあるとしたら、それをこの2週間で気づいて手放すことができるよっていうふうに言われてますのでね。そして対策見ます。はい、チョイスということで選んでください。これまでの自分の癖を選ぶのか、それとも新しいチャレンジ、こっちだと思う方に怖いけど行ってみるのか、自分にとってプラスだと思う方を選んでください。はい、チャンスあるってことですね。そしてその次、この2週間で得られるもの。はい、セクシャリティということで、本当にね向き合っていく人と向き合っていけますよっていうこともあるし、出会いがありますよとも言えるんですが、この流れを見ると本来の自分でそのまま人に向き合っていけますよみたいな、
こう全てを脱ぎ捨てて裸の自分で人に向き合っていけるみたいな意味もあったりするので、あ、自分でいいんだ、そしてこんな自分って向き合ってくれる人がいるんだ、向き合いたいと思う人がいるんだということで、いい関係築けそうですね。人間関係濃いですもんね、この感じね。そして最後はハイヤーマインドということで、意識が上がりますね。もっと高い意識から自分を見て、自分を見て、その高い意識の自分から現実を選択してやっていけるっていうことですね。はい、いいんじゃないでしょうか。ぜひ頑張ってください。そしてちょっとお知らせなんですけれども、4月は、個人鑑定を、やろうかなと思っています。でどうしても枠が少ないのでね、抽選になってしまうんですけども、でまたそれはメンバーシップの方が優先になってしまうので、もしご興味ある方は概要欄からメンバーシップの詳細ご覧ください。そして LINE の方でお知らせとかをするので、もし LINE 登録されてない方は無料でいろんなサービスが受けられますので、 LINE のご登録もお待ちしております。ということでね、ぜひこのこのモヤモヤ感だったり、なんか怒りだったり、なんかそういったものを突き抜けて本当の自分を発見できる2週間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。